ねえねえ、スマホゲームボーイにできるガジェット知ってる？そんなことできるの？夢じゃん。ロマンあるよね。その商品がこちらハイパーキンスマートボーイ。ずっと欲しいと思っていて、たまたまセールをやっているのを見つけて、ようやく購入したんですが、まあ、ずっと放置してました。どうして？どうも吉田です。アシスタントの P 横マスクです。というのも、コンセプトは非常に面白く、頑張って作り上げた感じはあるので、大体のことは多めに見れるんですが、どうしても1点だけ、これは、と感じる部分があり、正直おすすめしにくいガジェットです。詳しく、どういった仕様なのかといったことも含め、詳しく説明していくので、欲しいなと思っている方は、参考にしてみてください。ではこんな感じで進めていきます。そもそもハイパーキン社とは、ハイパーキンって何？どこの国の会社？2006年に設立されたアメリカの会社で、ビデオゲームハードウェア、及びアクセサリーの開発及び製造を行っています。もっとわかりやすく解説して。日本で言うと、レトロフリークなどを作っている、サイバーガジェットに近い感じですかね多分。なるほどわかりやすい。主な製品には、レトロフリークのように、複数のレトロゲームカートリッジが遊べる互換機、リトロンシリーズなどがあります。海外にもレトロフリークあったんだな。違うけどまあよいや、ハイパーキンスマートボーイとは、でそのハイパーキン社が作ったスマートボーイは、2017年に発売されたデバイスで、もともとは2015年に、エイプリルフールのネタとして発表された商品でしたが、あまりにも反響があったため製品化されたらしいです。そんなことある？諸説あり、このガジェットは Android スマートフォンで、ゲームボーイ及びゲームボーイカラーのカートリッジカセットをプレイすることが可能となるもので、最新技術の端末を使いながらもカセットを挿して遊ぶ、懐かしのゲーム体験を、スマートフォンで楽しむことが可能となります。泥スマホ限定か。スマートボーイの仕組み。で、このスマートボーイはどういう仕組みなの？一見、スマホをゲームボーイにする、と言われると、このスマートボーイと呼ばれる機械が、ゲームボーイの互換機として働いていて、画面をスマホに映す。そうだよね。みたいに思えますが全然違って、違うんかい。スマートボーイの仕組みを簡単に説明すると、コントローラーと吸い出式ダンパーが一体型になったもの、という感じです。ダンパー？ゲームイメージデータを吸い出す機械のことやね。なのでゲームを遊ぶ際には、スマホ側にゲームイメージデータが保存され、スマホ側のエミュレータで遊ぶ、といった形式になります。なんだエミュか。一部のソフトで不具合がある、というのも、エミュレータ側での非対応ということ、カセットを挿すだけで簡単に遊びたい、とか、エミュなんか嫌だよ、って人にはそもそもおすすめできません。また、これを使うのに必須のアプリ、スマートボーイコンパニオンの互換性があったりなかったり、そもそもアプリ自体が2017年から更新されていなかったりで、そのあたりも要事前チェックです。2017年って発売した年やん。それがハイパーキンよ、開封。では簡単に箱と内容物を見ていきます。よろしくお願いします。こちらが箱、ちゃんとしたアメリカの会社なだけあり、箱にも詳細な説明が書かれていて、しっかりとデザインされています。これが普通だかんな。こちらが内容物、本体、説明書、設定用の USB-C 延長ケーブル、後で説明しますがケーブルは主に事前設定用です。今回試すスマホは、エッセンシャルフォンとリドミノート 9S の2種類です。懐かしいもんばっか出してきやがって。今使ってるやつ寸法的に入らんかったんよ。本体外観。触り心地はサラサラとしたプラスチックで、質感は結構良く、安っぽさは感じません。値段を考慮してもしなくてもよくできており、ビルドクオリティも高めです。思ったよりいい感じかも。前面には AB ボタン、十字キー、スタートセレクトボタンが配置されていて、背面には開くためのボタンがついています。良いギミックやね。全体的に初代ゲームボーイに似たデザインで作られています。側面から背面にかけて、初代ゲームボーイライクな線が入っています。またショルダーボタンが LR と搭載されています。ゲームボーイに LR ボタン。背面はこのように、使用するスマホの幅によって幅が広くなり、固定できる仕組みとなっています。細いスマホは？細すぎるスマホではグラグラとしてしまって安定しません。なるほど。初代ゲームボーイとの比較、実際に初代ゲームボーイと比較してみます。ボタン類の配置や大きさはほぼ同じですが、スタートセレクトボタンだけ違い、スマートボーイの方が大きく、傾きが強いものとなっています。ちなみにボタンが斜めなのは初代だけだね。画面下に青でロゴが入っているのも、左下にハイパーキンのロゴが彫り込まれているのも、初代ゲームボーイのオマージュでしょうか。細かくオマージュしてていいね。背面はこちら、本体シェルの色味としてはかなり近めで、若干グレー寄りの白。ゲームボーイの方が白いのか。こちらの初代ゲームボーイは漂白済みなので、スマートボーイの方が若干黄色めに感じます。漂白済みです。側面のカーブはスマートボーイの方が小さく、角張ったデザインとなっています。近距離で見るとこのような感じ。初代ゲームボーイよりも凹凸が少ない触り心地のシェルです。漂白？操作感。
ボタンの押し心地に関しても、かなり初代ゲームボーイに近く、ストロークが長い軽めのボタンです。ゲームボーイに近づけてるんだろうね。スタートセレクトボタンはラバーではなく、大きなプラスチックボタンなので、感触としては異なりますが、大体同じ雰囲気だと感じます。まあ押しやすいからよし。問題を言うとすると、前面部分が固定されていないので、厚みが少ないスマホで遊ぶと、ボタンを押した時に前面側が動いてしまいます。なるほど、アクションゲームで熱くなり遊んでいると、本体側の耐久性が気になるね。あとスマホの画面に傷がつきそうなのが多少不安です。これ気になる、初代ゲームボーイにはないショルダーボタン。ゲームボーイしか遊べないハードなのになんでつけた？これは特別使う必要ないんですが、集団セーブロードなどを割り当てて使うことができるので、地味に便利です。しかし押し心地は硬めで細いので、指に刺さる感じがあり、頻繁に使うように設計はされていない感じです。カッチカチやぞ。使い方。では使い方を紹介します。販売ページに対応端末が書いてありますが、アプリがインストール使用可能、そしてサイズが合うようであれば使うことができます。なるべく対応端末を使いたいな。厳しいのは、厚み。どうして？私が今メインで使っている全フォン級の厚みは、10ミリちょっとなので一応入りますが、ぴったりみっちりしています。ちなみに、交渉値は 9.1mm。太ったのか？確かに、ちょっとなんか怖いね、傷つきそう。また、幅が 70mm 以下の細すぎるスマホも、使うことはできますが安定しないので、やめておいた方が良さそうです。楽天ハンドで試してみたところ、グラグラして全く安定しませんでした。グラッグラだね。スマホサイズの薄さによってはこのように多少前後にぐらつきますが、まあこれに関しては両サイドにクッションがついているので、そこまで気になりません。アプリをインストール、初期設定。では初期設定を進めていきます。スマートボイ専用アプリの、スマートボイコンパニオンと実際にゲームを動かすために必要なエミュレータアプリ、マイオルドボイライトをプレイストアからインストールしておきます。起動すると、他のアプリの上に重ねて表示、と出るので、スマートボイコンパニオンのを選択して許可。さらに、設定のために付属のコードでスマホとこのように接続します。端子の長い方をスマートボーイ、短い方をスマホに接続。ここであの謎コードの出番だったのか。接続した際に、スマートボイコンパニオンを起動してホニャララを処理しますか？ホニャララを接続したら常にスマートボイコンパニオンを起動する、と出るので、チェックマークを入れて OK。データアクセスを要求される場合にも許可してください。実際に使ってみる。さて、では早速使っていきましょう。ワクワク。背面ボタンを押すことでこのようにガバッと開くので、スマホを差し込みます。接続部には USB-C 端子があるので、そこに差し込む感じです。スマホを差し込むと、自動的にアプリが立ち上がります。スマホ側で操作しなくて良いのね。カートリッジはこんな感じで実際にゲームボーイに使うように挿入します。差し込みを行うとこのようにカートリッジデータがロードされて、ロンチソフトウェアを実施、と出てくるので、タップします。するとマイオルドボイライトが立ち上がり、スマートボーイ、GB を選択すると起動できます。タッチパネル操作なのね。ちなみに設定から別のエミュアプリが立ち上がるように変更することもできます。綺麗な画面だな。もちろんスマホ画面なのでバキバキに綺麗です。ちなみにこのように有線コントローラーのような形でも使うことができます。セーブはできない。さて、そしてここが最大の問題点です。なんでしょう。なんと、セーブができません。エミュだしアプリ側でセーブできるんじゃないの？それにも問題があります。問題とは？ということで、スマートボイと同様に、吸い出しプラスエミュレータでの動作を行っているレトロフリークを例に出しながら説明していきます。レトフリ最高。スマートボイはゲームデータを吸い出し、削除している。まずこのスマートボイ自体の仕組みなんですが、1カートリッジ内のゲームイメージとセーブデータを吸い出し、2スマートボイ、GB、スマートボイ、サブという名前で一時的にスマホに保存。3スマートボイもしくはカートリッジを取り外すと吸い出したデータスマートボイ。GB は削除、という形式のもの。なるほど、ゲームをインストールできるレトロフリークとは違って、一度吸い出したゲームだとしても、もう一度遊びたい場合には再びカートリッジを差し込んで遊ぶ必要があるってことか。そうそして、いくらゲーム内でセーブを行っても更新されません。セーブしても、セーブデータが保存されるのはスマホ上のファイル。セーブデータ自体はカートリッジを抜いても削除されませんが、カートリッジを差し込むたびにセーブデータが上書き保存されるので、絶対に更新できません。名前を変えて別ファイルで保存しておけば。セーブデータを書き込む機能はない。さらに言うと、レトロフリークには、遊んだゲームのセーブデータをカートリッジに書き込む機能がありますが、あるねこれのおかげでカートリッジの電池交換も安心。スマートボイにはありません。ということは？なので、吸い出したセーブデータファイル、スマートボイ、サブをカートリッジに戻す手段はありません。まあ中断セーブできるから。
我慢しよ。ステートセーブ中断セーブはできるが10個までしか保存できない。じゃあセーブする手段が全くないのかと言われると、一応はあって、エミュレータに備わっている、中断セーブ機能を使うことで途中から再開できます。有料アプリのみ対応のやつね。そしてここにも問題があり、吸い出したゲームファイルの名前はスマートボーイ。GB なので、中断セーブも同じ名称となります。つまり、どんなゲームを遊んだとしても、同じ中断セーブファイルになってしまい、一つのゲームタイトルで一つの中断セーブデータを使ったとしても、最大10個のゲームタイトルまでしか使えないということになります。まあでもゲームボーイのソフトってセーブできないやつもあるから。さらに言うと、コントローラー部分が画面に覆いかぶさっているので、スマートボーイをつけた状態だと6個までです。じゃあ別のエミュレーターを使えばいいんじゃない？って思うかもしれませんが、それはそれで画面表示が良い位置に来ない、ボタン設定を全部しなければならない、といったことがあり微妙でした。そうか。ゲームで遊ぶ以外のことがほとんど何もできない。あとこちらも重要な問題です。なんでしょう。まあある程度想定していたので、大したダメージではありませんでしたが、スマートボーイコンペイニオンでゲームを遊ぶ、以外のことが何もできません。どうして？アプリ側がスマートボーイでメニュー画面などを操作できるように、対応していない上、スマホの画面がほとんどコントローラーで埋まっているので、設定できません。知ってた。ゲームを中断とか終了もコントローラーで行えません。スマートボーイをしっかりと外してから、スマホ側でメニュー画面を開いて終了する必要があります。なるほどね。ということで、非常におすすめしにくいガジェットです。一応簡単にゲームを遊べるように工夫しているものの、色々調整しようと思ったら知識が必要だったり、頑張って色々やろうと思ったらそもそも無理だったり、使っていれば色々な問題にぶち当たります。アプリがもうちょっと良くなれば使いやすそうだけど、アップデートされる気配がないしね。あと、結局は Android 用のエミュレーターで動かしているので、エミュレータで動かないものは動かない。そりゃそうじゃん。といったこと以外にも、システム上絶対に生じてしまう遅延が発生します。遅延Android特有のやつね。なのでアクションゲームなどをやりたい方にとっては、気になるかもしれません。逆に聞くとどういう人ならありなの？実家を漁ってたら昔持ってたゲームボーイのテトリスとかカービィが出てきた軽く遊んで試したいな、くらいな方にとっては良いかもしれませんが、がっつり遊びたい、もちろん RPG も遊びたい、ポケットカメラ使いたい、みたいな場合にはなんとかして実機、もしくはアナログポケットを買うのが良いと思います。アナポケ普通に買えるようになってくれよ。結局アナポケしか勝たん。アナポケの宣伝になっちゃった。この動画が良いと思ったらチャンネル登録